もしあなたの手元にある不完全な道具がある日突然世界を変える魔法の杖になったとしたらどう思いますか？今日はですね、そんな物語の主役ともいえる電子音楽の歴史の中でひときわ異彩を放つちょっと天の弱な名機 TB303 の心臓部に迫っていきたいと思います。はい。1981年の発表ですね。ええ。当時、その開発元のローランドはですね、もう TR808 とか、ジュピター8とか、モンスター級の機材ですよね。まさに世界の頂点に立っていた、そんな時代でした。その中で、この銀色の小さな箱は、全く違う目的で作られたんですよね。そうなんです。本来のターゲットっていうのがなんとギタリスト。ほう。自宅で手軽にベースラインと合わせて練習するためのいわばバーチャルベーシストだったわけです。なるほど。でも実際に鳴らしてみると、その音は本物のベースとは似ても似つかない全くの別物だったと。ポコポコとかビチャッとか何とも言えないチープで人工的な音。はいはいはい。しかも、打ち込み方が非常に独特で、狙ったフレーズを作るのが本当に難しいんですよ。そうでしたね。当時のミュージシャンが求めていたのは、もっとリアルで多機能な楽器でしたから、この303は時代に全く逆行していた。当然商業的には、歴史的な大失敗に終わるわけです。しかしここからが面白いんですよね。発売から数年後、1985年頃のシカゴ。はい。ハウスミュージック黎明期。この街で若き DJ たちが誇りをかぶってたこの失敗作を手に入れるわけです。彼らは説明書なんて読まない。ただ目の前にあるつまみを本能の赴くままにぐりぐりと回した。その瞬間、偶然生まれたのが、脳を直接かき回すようなぐにゃりとしたアシッドサウンドだったわけですね。まさに奇跡の瞬間。今回はなぜこの失敗作が時代を象徴するサウンドを生み出すことができたのか。その不完全な回路に隠された秘密をあなたと一緒に深く深く掘り下げていきたいと思います。はい。で、その回路図の核心に触れる前に、もしよろしければ少しだけお時間をください。お願いします。この番組ではですね、機材の内部構造とか、音楽史の深淵といった少しマニアックだけれど知的好奇心をくすぐるようなテーマをじっくりと語り合っています。もし私たちのこの探求に共感していただけたなら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。さて、準備はよろしいでしょうか？では、最初の謎に迫りましょう。TB303 の唯一無二の、脳を突き刺すようなサウンド、その心臓部といえるのが VCF。長い間、このフィルターの使用については、ある通説が信じられていたんです。通説ですか？それは、3ポール、つまり18デシベルパーオクターブの特性を持つというものでした。ちょっと待ってください。ここでリスナーの方のために、ポールという言葉を少しだけ解説してもらえませんか？はい。フィルターにおけるポールって音にどういう影響を与えるものなんでしょう？いい質問ですね。フィルターのポールというのは、音を削る坂の急勾配のようなものだと考えてみてください。坂の急勾配？はい。ポール数が多いほど、その坂は急になります。つまり、不要な高音域をより急激に、よりドラマティックにカットできる。なるほど。3ポールより4ポールの方が、音がギュインと変化する。いわゆるえぐい音が出しやすいんですね。なるほど、わかりやすいです。ということは、長年コミュニティの誰もが303のフィルターは比較的なだらかな坂を持つ3ポール設計だと信じていたと。その通りです。しかし、2009年にティム・スティンチコーム氏という、執念のエンジニアが回路を徹底的に解析した結果、ついに真実が。一体何が判明したんですか？これが驚くべきことに、303のフィルターは実は4ポール、つまり24デシベルパーオクターブの急勾配を持つダイオードラダーフィルターだったんです。じゃあもっとえぐい音が出るはずだった？でもだとしたらなぜ誰もが3ポールだと勘違いしていたんでしょうか？そこなんです。そこがこの不完全な回路の核心でして。スティンチコーム氏が発見したのは、ローランドの設計者が4つあるポールのうち1つだけ周波数の設定を間違えていたということでした。間違えていた。意図的か単なるミスかは今のところの分かりません。しかしこのたった一つのズレがとんでもない副作用を生み出したんです。副作用ですか？この変則的な回路のせいで
通常ではありえない10Hz。10Hz。はい。人間の過聴域をはるかに下回る超低域に異常な共振のピークが生まれてしまった、普段は聞こえない、いわば幽霊のようなピークですね。はあ。ですが、フィルターのレゾナンスのつまみを限界まで上げていくと、この隠れていたピークが暴れ出して、回路全体が不安定になり、自己発信を始めるんです。まさか、あのつまみを最大にした時のギャーっていう叫び声のような音？あれがその幽霊ピークの正体なんですか？まさに。あれは音楽的な音というよりは、機械が痛みで叫んでいる悲鳴なんですよ。機械の悲鳴。設計な意図を超えて回路が限界まで追い詰められた時に発する制御不能の断末魔と。そう言われると、ジョシュ・ウィンクのハイヤーステート・オブ・コンシャスネスで鳴り響く、延々と続くサイレンのような音。はいはいはい。あれはサンプリングされた音じゃなくて、まさに303の回路が限界を突破して絶叫している瞬間をリアルタイムで録音したものだったんですね。そうです。あのトラックはもはや303の演奏しているというより、回路の崩壊そのものを音楽にしている。はあ、なるほど。この偶然の産物である悲鳴がなければ、アシッドハウスというジャンルは生まれなかったかもしれませんね。いやー、面白いですね。一つの設計ミスが一つの音楽ジャンルを生み出した。でも、不完全さという点では、この機械はまだ秘密を隠していそうですね。フィルターがそれだけなら、オシレーター VCO はどうだったんでしょ鋭いですね。303のもう一つの魔法は、まさにその VCO にありました。ほう。303で選べる波形は、ノコギリ派と区形派の2つ。このうち、ノコギリ派は比較的オーソドックスなんですが、問題は区形派の方です。はい。区形派というと、シンセサイザーの最も基本的な波形の一つですよね。ピコピコしたゲームサウンドみたいな。ええ、普通はそう思いますよね。それに何か特別な秘密が？通常、シンセサイザーって区形派を生成するための専用の回路を持ってるんです。しかし、303の設計者は、おそらく徹底的なコスト削減のために、その専用回路を省略してしまった。専用回路なしでどうやって区形派を作ったんですか？これが信じられないような方法でして、なんと、もう一方のノコギリ派をたった一個のトランジスタで構成されたごく単純な回路に無理やり通して、波形の上下をクリップさせただけなんです。へえ。つまり、カッターで無理やり角を削って、四角い形に見せかけたと。ということは、本物の区形まではない？その通りです。いわば、偽物の区形ですね。オシロスコープで波形を見てみると、綺麗な幾何学的な四角形ではなくて、角が少し丸まっていたり、水平な部分が斜めになっていたり、ほうほう。元のノコギリ魔の成分がうっすらと残った非常にいびつな非対称の波形をしてるんです。まさに不完全。でもその偽物であることがまたしても奇跡を起こしたわけですね。ええ。完璧で純粋な区形は倍音構成の特性上、細身でソイッドなサウンドになりがちなんです。はい。しかし、303のいびつな区形は、この不純物のおかげで、特に中域がぐっと持ち上がって、本来区形が持たないはずの倍音が豊かに含まれている。ああ、なるほど。アシッドハウス特有のブーとうなるようなざらついたベースラインの質感。はいはいはい。そしてフィルターをかけた時のぐちゃっとした潰れたような感触。まさに。当時のシカゴの若者たちは、音楽理論の定石なんて知りませんでしたから。ええ。彼らがやったのは、美しいとされる音色をあえて汚すことだった。汚す？ええ。この汚しの効いた、むき出しのグルーヴこそが、当時はクラブシーンに熱狂を生んだのです。このいびつな波形は、そのための最高の武器だった、と。その影響はアシッドハウスだけにとどまらなかったですよね。2000年にティンバランドがプロデュースしたアリアのトライアゲイン。ああ。この未来的な R&B のヒット曲の根底を支えているのも、紛れもなく303のいびつなベースラインなんです。あの曲もですか？言われてみれば確かに。アンダーグラウンドの象徴だった音が形を変えてメインストリームのど真ん中にまで届いていたんですね。そうなんです。設計ミスから生まれたフィルターの悲鳴と、コスト削減から生まれたオシレーターのいびつなうなり、このいびつな区形が放つノイズと、そこから生まれる喜びは、機材が持つ限界という葛藤と常に表裏一体だった。まさに不完全さから生まれた完璧なグルーヴでした。いやー、深いです。この銀色の箱の秘密はまだまだこんなものではありません。ええ。何とも言えない不思議な有機的なグルーヴの正体。
これを一緒に解き明かしていきましょう。まず資料で何度も強調されてたのがアクセント機能ですね。普通アクセントって単に音量が大きくなるだけって思いますよね。でもこのマシンの場合はそれが全く違う、もっと奥深い話なんだと。ええ、その通りです。当時のローランドの社内では冗談でギミック回路なんて呼ばれてたそうなんですが。ギミック回路。ええ、これが偶然にも後の音楽史を塗り替えるほどの魔法を生み出すことになったんです。設計者の意図を超えた幸運なアクシデントだったと言えるかもしれませんね。へえ、ギミック回路。面白い響きですね。その仕掛けっていうのは具体的にはどういうものだったんですか？ただ音が大きくなるだけじゃないっていうのは？はい。アクセントのボタンをオンにすると、もちろん音量、専門的に言うと VCA のレベルは上がります。上がりますよね。でも、重要なのはそこからで。それと同時に、フィルターのカットオフ周波数とレゾナンス。この2つのエンベロープの変化量も一気にグッと跳ね上がる仕組みなんです。なるほど。つまり、ボリュームのパンチだけじゃなくて、音そのものがぐわっとうねるように変化するわけですね。そうなんです。だからか、レゾナンスを高く設定した時にアクセントを連続させると聞こえてくるワウ、ミョンっていう、なんか独特の液体みたいなサウンドの正体はそれだったんですね。まさに、あれは単なる音量変化では絶対に生まれないんです。複数のパラメーターが、複雑に絡み合った結果の産物なんですね。まるで機械がしゃっくりをしているような、ちょっと人間にはコントロール不可能な共同で、この欠陥とも言える仕様が結果的に最大の武器になった。このアクセントの応酬だけで一曲作ってしまったのが、例えばハードフローのアクスペリエンス1ですね。名曲ですね。ええ。あのトラックは TB303 のアクセント機能の可能性をもう極限まで引き出した一つの到達点と言えます。あの曲はまさにアクセント機能の使い方の教科書ですよね。そしてこのマシンが持つ予測不可能性のもう一つの源泉として資料ではスライド機能が挙げられていました。これも普通のシンセサイザーについているポルタメントとはもう根本的に違うものなんですよね。ええ。ここがまた303の偶然の天才性が光る部分でして、ほう。一般的なシンセサイザーのポルタメントってコンスタントレート、つまり一定の速度で音が変化するんです。一定の速度。はい。これを車に例えるなら常に時速60キロで走るようなものですね。目的地が近ければすぐ着くし、遠ければ時間がかかる。自然で分かりやすい仕組みですね。ところが TB303 のスライドはコンスタントタイム、つまり一定の時間で音を変化させるんです。一定の時間？ええ。これはどんなに遠い目的地へも必ず1秒で聞かなければならないというちょっと無茶な配達サービスみたいなものだと想像してみてください。面白い例えですね。それどうなるんですか？すぐ隣町に届けるならゆっくり歩いていけばいいですよね。でも日本の裏側まで1秒で届けろって言われたらもうとてつもないスピードで飛ばないと間に合わない。確かに。これと同じで303はスライドする音の幅が狭いとゆっくり滑らかに、逆に1オクターブも離れた音へスライドするときは人間には真似できないようなまるで鞭を打つような速度でピッチが駆け上がるんです。うわー、それはすごい。だから矢継ぎ早にシーケンスを打ち込んでいくとフレーズによってスライドの表情が全く変わって意図しないグルーヴが生めれてくるんですね。なるほど。それが独特の滑るような感覚の正体か。その通りです。特に裏拍を強調するようなアシッドハウスのシーケンスと組み合わせることで機械が自動的にでも驚くほど人間的な有機的なグルーヴを生成してしまう。はあ。アガ・イーゴルド・ジェラルドのブードゥーレイで聴ける催眠的なベースラインのうねりはまさにこのコンスタントタイム方式のスライドが生み出した奇跡です。アクセントとスライド、この2つの意図せざる機能が奇跡的な化学反応を起こしたわけですね。でもミュージシャンたちはそこに備わっている機能だけでは満足しなかった。この予測不可能性をさらに積極的に求めていったという話が資料にあってとても興味深かったです。その象徴がバッテリートリックという名前からしてかなり過激な裏技ですよね。これはもう機材への愛情があるのかちょっと疑わしくなるような荒技ですけども
文字通りシーケンスのデータを記録させている単に電池を意図的に抜き差しするんです。そんなことして大丈夫なんですか？大丈夫なわけがありません。電圧が不安定になることでメモリ内のデータが破損してバグを引き起こすんです。うわー。その結果、自分が打ち込んだものとは全く違う、完全にランダムでカオスなシーケンスが生成されることがある。もちろんただのノイズになってしまうことも多いんですが、ごく稀に神がかったようなフレーズが生まれることがあったそうです。まさに作曲に行き詰まった時の最後の手段、禁じ手ですね。機械の幽霊に曲を書いてもらうみたいな。そういうちょっとオカルト的な魅力がありましたね。ただ、そういった偶発性に身を委ねるだけじゃなく、もっと積極的にこのマシンのポテンシャルを引き出そうという動きも出てきます。はい。それが、ロビン・ウィットル氏が考案したデビルフィッシュという伝説的な魔改造です。デビルフィッシュ、すごい名前。この改造で、ある意味おとなしかったはずの303がどう変わってしまったんですか？もう凶暴な野獣に生まれ変わりました。凶暴な野獣に。ええ。元の回路って実はかなり上品で温厚なサウンドなんです。デビルフィッシュはその心臓部にオーバードライブ回路を組み込んだり、フィルターの可変域を大幅に広げたり、あとは外部からコントロールするための端子を増設したりと、もう徹底的に手を加えたものです。つまりもともと持っていた予測不可能性はそのままに、サウンドの攻撃性とかコントロールできる範囲を極限まで高めたと。ええ、時代の最先端を走っていたアーティストたちがこぞって愛用したのもうなずけます。なるほど。面白いのは、バッテリートリックが機械の偶発性に身を委ねるアプローチだとすれば、デビルフィッシュは機械の個性を徹底的に支配するという正反対のアプローチである点です。本当ですね。どちらもこの小さな銀色の箱への深い愛と探求心から生まれているのが興味深いですよね。本当ですね。この一連の話をあなたの資料で読んでいて感じたのは、これって TB303 だけの話じゃないなっていうことです。不完全さとか限界を愛して、それを逆にとって新しい表現を生み出すっていう精神。これは電子楽器の歴史そのものに流れる一つの大きなテーマのような気がします。まさにそうですね。かつての日本の電子楽器業界はそれこそ群雄割拠の時代でした。ヤマハ、ローランド、コルグ、アカイ、それぞれが独自の哲学と技術でユニークな機材を次々と生み出していました。それらは決して完璧ではなかった。メモリーが少なかったり、操作が独特すぎたり、音がチープだったり。でもその足りなさこそがクリエイティビティを刺激する源泉になったんですよね。確かに現代のようにセラムのようなソフトウェア音源を使えば、理論上はどんな音でも作り出せる時代からすると想像もつかないような制約ですよね。でもその制約の中でどうにかしようと工夫した結果、誰も聞いたことのないサウンドが生まれた。ええ。そしてその精神は現代にも受け継がれているんです。例えばエレクトロンのオクタトラックのようなサンプラーは、その複雑な操作性からマニュアルを読まないと何もできないなんて揶揄されることもありますけども、聞きますね。一度使いこなせば他の機材では不可能な有機的なシーケンスを構築できる。あるいはバスツルのケスレのような一見風変わりなシーケンサーも触ってるうちに思いもよらないフレーズを生み出してくれる。これらは皆 TB303 が示した不完全さの美学の子孫と言えるかもしれません。そう考えると、機材マニアの人たちがシンタウルのような海外サイトで何ヶ月もかけて一つのパーツを探したり、秋葉原のジャンク屋を巡って修理部品を見つけ出したりする情熱の理由もわかりますね。ええ。彼らは単に古い機材を修理してるんじゃなくて、その機材だけが持つ個性とか哲学を守ろうとしてるんですね。その通りです。TB303 が私たちに教えてくれるのは、過去の素晴らしい設計思想を踏襲することも大事だけれども、それ以上に他の誰にも真似できない独自の領域を持つことの重要性なんです。はい。それはつまみを回した時のクリック感一つ、 LED の光り方一つにも宿っている。その設計に込められた思想を感じ取ることこそが機材を深く愛するということなのかもしれません。毎年3月3日、数字の並びから303の日として、世界中のファンがこの機材を祝って SNS にハッシュタグ303デーで自慢のサウンドを投稿するんです。へえ、すごいですね。一つの機材がもう世代とか国境を越えてクリエイターをつなぐ共通言語になってる。素晴らしいことですよね。あなたもお気に入りのアシッドトラックを聞いてみるなんてのはいかがでしょう。